島県立図書館の北付近。今はちょっと開けて駐車スペースのようになっておりますが、埋もれて閉ざされていますが、ここにも講堂入り口があったようです。言われてみてもそのようには見えませんね。忍山には第二次世界大戦の終戦間際、1945年3月15日から秘密地下工場の建設が行われました。工事のために多くの学徒動員、特別挺身隊などが動員。その人数ははっきりしていないが、特別挺身隊だけで1200人以上、全体で2000人を超えるのではないかと言われています。当初は月産300台での稼働を目指していたが、エンジンを7機ほど作られただけで終戦を迎えた。構内に残されていた機材類は戦後に駐在米軍によって回収・撤去されております。侵入による構内での転落事故が多発したため、現在ではこのように石石やコンクリートで塞がれております。戦後には何度も坑道内に入った事故が新聞記事からも確認できます。この辺りの坑道はきちんと閉鎖されておりますね。隙間もありません。昭和23年、春の遠足で訪れた小学生が落下して転落死するという事故が発生。それ以降に坑道の封鎖が実施されました。さて、ここは少し難所です。結構な急斜面なのでロープで登ります。登ってきました。ここには金龍溝入り口があります。封鎖されていますが穴が開いてますね。ちょっと中を見てみましょう。奥の方まで続いている様子。カンテラか何かが放置されているようです。結構な勢いで奥から冷たい風が流れ出ています。ここの奥の縦穴では過去に転落死が発生しています。侵入するのはやめましょう。お次は別ルートへ。極楽寺の西側を脇道へ入ります。この階段の上は今は更地ですが、昔は排水場があったそうです。高低差を利用していたのでしょうね。近隣の森や泉地区は水源も豊富なのです。ちなみに次に向かう場所は山根第一工場入り口です。こちらが山根第一工場入り口のようです。入り口が小さく見えますが、埋没しているからだと思われます。こちらも上部に穴が開いていますね。覗いてみましょう。カメラを突っ込んで映したいところですが、落とすと大変なので無理はしないでおきます。こちらも風が流出しています。他の場所につながっているのでしょうね。見える範囲では特にめぼしいものはありませんでした。工場は総面積32,979平方メートルとして計画されていました。目標面積は東京ドーム 0.7 個分の大きさになります。掘削は目標面積の3分の1まで進みましたが、完成には至らず、役目は断念になりました。そんな忍山は昭和31年まで県の整備事業として観光道路やハイキングコースの整備が実施、今や憩いの場となっています。この辺りは開けた土地になっています。ツタだらけですが平面のようですね。地面が断層のようになっていて人為的なものっぽさが出ています。過去の忍山の姿はどのようだったのでしょうか。国土地理院の地図を見ると山腹まで開けている場所が結構見受けられます。この辺りには作業小屋が設置された時期もあったりしたようです。
開けているので天気のいい日は福島市北部がよく見えてなかなかいい場所。ツタに絡まりながら進むと何か見えてきました。ちなみに足元はこんな感じになっています。地下工場以前には鉱山として採石が行われ、採掘時の不要な石が足元に転がっています。この斜面も地肌に見えるのはずり石ばかりで土はあまり見えません。採掘の歴史は古く、江戸時代の古文書にも以前から金の採掘が行われていた記録が残っています。明治の頃にも採掘が試みられたが失敗に終わり、昭和になってから大規模な採掘が実施されました。戦時中の1943年まで採掘は行われ金が採掘されていました。その坑道を利用して地下工場として計画されました。そのため工場とは別の坑道が随所に残っていたのです。このくぼんだあたり、この付近も坑道入り口があったらしいのですが影も形もありません。ブロック塀で囲まれたこの一帯、こちらは以前に偵察射撃場として使用されていたようです。塀の内側には何もありません。新しめな管理看板が設置されています。小動物の巣らしき穴、タヌキかな。結構奥行きがありそう。どこまでつながっているのかな。自重で潰れたであろう家屋。住居、物置、作業員詰め所、パッと見では確証になる痕跡はなかったです。このくぼみ具合、坑道入り口が埋まってそうな気配。ポツンと祠。またもポツンと祠。お稲荷様。またもこのくぼみ具合。これは入り口がうずもれているんじゃないか。これといった痕跡なし。小動物が掘った跡。見えてきました。金龍溝北口。あえて埋まらないようにしているかのようにネットがかぶされています。入るなということでしょうけど、すいません、ちょっとだけ。なぜここだけ埋めるかコンクリ封鎖をしなかったのか謎ですね。と言ってもすぐに行き止まり。奥まで続いてはいるようです。小動物が出入りに掘ったかのような隙間だけ空いてます。撤退します。これは小学生なら喜んで探検に入ってしまいそうですね。そんな感じで忍山の秘密地下工場跡の探索でした。ブログの方でももう少し詳しく書いてます。よろしかったら見てくださいね。それではご視聴ありがとうございました。またね。